ただいまとワンコです。今回は iPhone の画面をテレビやモニターなどに映すケーブル、ライトニングデジタル AV ケーブルをご紹介したいと思います。スマホを大画面のテレビやモニターで見たい、車のナビゲーションに接続したい、スマホで動画撮影用に使いたいなど、そんな時にはもってこいのこのライトニングデジタル AV ケーブルはどのくらい使えるかを今回検証してみました。開封作業ですが、まず商品名がライトニングデジタル AV ケーブルと言います。箱の側面には電力料金スマートフォンとわけのわからないことが書かれています。 MAX1080p ファームウェアのアップグレードストーリーミングと書いてあります。裏面にはディスプレイアダプターで接続し、スマホの画面内容を同期させてさまざまなディスプレイに映すことができますというようなことが書かれてありました。まあどうでもいいので飛ばします。中身を取り出してみると、説明書と本体ケーブルのみとなります。非常に簡素ですね。サイズですが、それぞれの長さがまず HDMI 端子から電源供給の USB 端子まで約95センチほどとなります。次に同じく HDMI 端子からライトニング端子までが約195センチほどとなっています。図にするとこんな感じです。結構長いですね。そしてケーブル全体の重さは約 61g となっています。また特に気になる HDMI 端子部分ですが、サイズが横 1.7 センチ、それで縦がまず 3.4 センチ、さらに厚みが約1センチほどと、普通の HDMI 端子と気持ち大きいだけで何ら変わらない感じです。これならセレクターなど端子間が狭い部分でも気にせずに入ります。こちら素材がアルミニウム合金で CPU が AM8268、裏面には極小な LED とアップグレード用のボタンがあります。電源部は USB ですが、電源アダプター接続でコンセントから給電できます。ただし電源アダプターはついていません。またケーブルは断線しにくい耐久性が優れる高品質導線を組み合わせて、より高速で安定した映像や音声をスムーズに伝送できると謳っています。以下が大まかなスペックです。NSR レビュー。接続方法ですが、複雑な Wi-Fi 設定とか Bluetooth とか専用アプリとかダウンロードとかいろいろ画面を開いたりとか面倒な設定は一切ありません。ただただポートに挿し、スマホから許可をするだけです。接続方法は簡単。テレビやモニター、プロジェクターなどの機器に HDMI 端子を接続、さらに USB 端子を電源アダプターに接続し電源を入れます。もちろん USB でも OK です。そしてライトニング端子を iPhone や iPad などに接続します。その後スマホに出た信頼を選択すると数秒ほどで接続します。でなくても映る時もあります。またケーブルには珍しくファームウェアのアップデートができるようで、 OS がアップデートして見られなくなったり、同ケーブルに不具合が起きた時はアップデートできるのも安心です。安心かな。
注意事項は簡単ですが画面の通りです。特に電源を入れないと使用できないことと USB を PC に接続してはいけないようです。また長時間使用時の本体の発熱は正常現象ということなのだそうです。 NSR レビュー。接続した後の検証です。やはりこういう機器には遅延が必ず発生するようですが、どんなもんなんでしょうか。スマホの画面を操作してみると、どうやら少し遅延しているようです。約 0.5 秒ほどでしょうか。シューティングなど激しいゲームには向かないかと思いますが、それ以外のゲームならまあなんとか使えそうです。気になる端子部分の熱ですが、電源を入れた時点で端子部分に一肌ほどの熱がこもっていきます。 iPhone に挿しながら様子を見ましたが、30分はそんなに変わりませんが、1時間もするとかなり熱くなっています。触れないほどではありませんが、長時間配線をつなげておくのは故障の原因になるかと思われます。ワンコは忘れていましたが、端子の部分に保護シールが貼ってあるので、熱を逃がすためにもシールは剥がしてお使いください。また場合によっては熱対策のために外側のアルミニウム合金部分を取り外しておくのも良いのかもしれませんし、外側に風穴を開けておくのも良いのかもしれません。ただし自己責任でお願いします。NSR レビュー。1週間ほど使用した感想ですが、デメリットでは HDMI 端子部分が熱を持つことです。端子部分はアルミニウム合金で覆われているので、多少の放熱には適しているかと思いますが、結構な厚さになるので少し不安でした。故障の原因にもなるので耐久性がちょっと心配になりました。また遅延があり、体感的には 0.5 秒ほどの遅れが感じられました。反射神経を使うゲームにはちょっと向いていないんじゃないかなというふうに思います。またメリットとしては、ケーブルがモニターにもスマホにも両方長いので、快適に配線が組めるのは良かったです。またこのケーブルはスマホの充電が切れるなどの心配はなく、むしろ充電をしながらスマホの画面をモニターに映すので、非常に安定していて便利でした。またまだ試してはいませんが、ケーブルには珍しくファームウェアがあり、スマホの OS のバージョンが上がって使えなくなってもアップグレード次第でまた使用できるのはありがたいです。ちょっとケーブルのアップグレードができるって珍しいですね。ワンコはよく動画撮影で上から机の上を撮影しているので、こういうケーブルを使ってモニターに映しながらの撮影は非常に便利です。以前ご紹介したリフレクターも便利なんですが、 OS のアップグレードに伴い動かなかったり、スマホの本体が熱くなったりして落ちたりと、意外と面倒になりました。このケーブルは給電ケーブルもあるので電源を気にせず、また配線も長いので取り回しも楽です。動画撮影用に、動画配信サービス用に、車載用に持ってて便利なライトニングデジタル AV ケーブル、便利な一品でした。最後は説明書の紹介です。ご視聴ありがとうございました。